こんにちは。今回はコースターにもなる花のモチーフを紹介します。今回の編み図です。最初は鎖編みゴムの輪の作り目に鎖編み1目細編みを編んで、次に鎖編み5目を編み、輪の中に細編み、鎖編み5目を編んで、細編みを編んでいきます。これを1、2、3、4、5、6、7回編んで、最後は鎖編み2目と長編みを編んで、鎖編み5目と同じようにして引き抜き編みをします。今回は並太の糸を6号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目からです。糸を引き出して、この輪は緩めたままにして、ここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、緩めてある輪の中に針を入れ、糸をかけて引き抜いて糸を絞ります。糸端もしっかり絞って、この輪の中にモチーフを編みます。1段目の最初は細編みを編みますので、鎖編み1目を編んでから輪の中に細編みを1目編みます。次は鎖編み5目を編みますが、その前にマーカーをつけておきます。このマーカーのところに最後は引き抜き編みをします。ここから鎖編み5目を編みます。鎖編み5目を編んで、輪の中に細編みを編みます。この編み方を7回編みます。細編みを編んで、ここから鎖編み5目を編みます。鎖編み5目を編んで、輪の中に細編みを編みます。1段目はこの編み方を続けて編みます。全部で7個の鎖編み5目を編みました。7個編んだ鎖編み5目を細編みで留めて、次は鎖編み5目ではなく鎖編みを2目編んで、次は長編みを編みます。長編みが鎖編み3目分ありますから、マーカーをつけた細編みの頭のところに長編みを編みます。針に糸をかけて細編みの頭の2本を拾って、ここに長編みを1回編みます。2本引き抜き、2本引き抜いて長編みを編みました。これで1段目が完成です。次は2段目です。長編みのところに細編みを1目編み、次は鎖編み5目を編んで、1段目の鎖編み5目のところに細編み、鎖編み5目を編んで細編み、これを続けて編んで、最後は1段目と同じように鎖編み5目のところに同じように鎖編み2目と長編みを編みます。これで2段目が終わります。ここから2段目です。長編みと鎖編みの間のところに針を入れて、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。ここにもマーカーをつけておきます。後で分かりやすくなりますので、マーカーをつけました。次はここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、1段目の鎖編み5目のところに細編みを編みます。2段目はこの編み方をします。鎖編み5目を編んで、
1段目の鎖編み5目のところに細編み、これを7個編みます。鎖編み5目を編んでいきます。鎖編み5目を7回編みました。1段目の鎖編み5目に細編みで留めながら編んできました。最後は1段目の最後と同じように鎖編み2目を編んで長編みを編みます。鎖編み2目を編んでから次は長編みです。長編みを編むのは最初に編んだ細編みのところです。マーカーのついた細編みのところに長編み1目を編みます。ここです。この細編みの頭2本を拾って長編みを1目編みます。これで2段目ができました。3段目は細編みを編んだところからまた鎖編み5目を編みます。2段目の最後のところに細編みを編み、鎖編み5目、2段目のところに細編み、鎖編み5目と同じように鎖編み5目を編んでいきますが、最後も3段目は鎖編み5目を編んで、最初の細編みのところに引き抜き編みをします。次はここから細編みを1目編みます。細編みを1目編んで、ここにも分かりやすいマーカーをつけておきます。次はここから鎖編み5目を編みます。鎖編み5目を編んで、2段目の鎖編み5目のところに細編み、次も鎖編み5目を編んで、2段目の鎖編み5目のところに細編みを編みます。これを繰り返します。鎖編み5目を編んで、細編み、この編み方をここまで編みます。鎖編み5目を編んできて最後のところです。3段目の最後は最後のところも鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んでマーカーのついた細編みのところに引き抜き編みをします。ここに針を入れて引き抜きます。これで3段目までができました。次は4段目で花びらを編みます。今引き抜いたところから次は鎖編み5目のところに細編みを1目編み、同じ鎖編み5目のところに長編みを7回編みます。長編み7目を編んで同じ鎖編みに細編みです。この編み方を続けます。次の鎖編み5目のところに細編み、長編み7目、細編みを編みます。これをすべて花びらを編んで、最後は3段目の細編みのところに引き抜き編みをして終わります。ここから隣の鎖編み5目のところに細編みを1目編みます。細編みを編み、ここにマッカーをつけておきます。次は長編みです。長編みを編むのは鎖編み5目のところです。鎖編み5目のところに長編みを7回編みます。
編み地を寄せながら全部で長編みを7回編みます。長編み7目が編めました。次はすぐ下のところに細編み1目です。これが花びらの1枚の編み方です。鎖編み5目のところに細編み、長編みを7回編んで、最後はまた細編みです。この編み方で花びらを編んできます。次も細編み、長編みを7回編んで、編み地を寄せながら編んでください。長編み斜めを編んだら次は細編みです。花びらが2個できました。次のところにも同じように花びらを編んでいきます。ここまで花びらを編んできました。次が最後の花びらです。ここに細編みを1目編み、次は長編みを7回編みます。長編み7目、長編みを7目編んで、最後は細編みです。細編みを1目編みます。最後は引き抜き編みをしますので、マーカーを外してマーカーのところに引き抜き編みをします。少し糸を引き締めてからマーカーのついていた細編みのところです。ここに針を入れて引き抜き編みをします。糸を引き抜いて、そして最後は今引き抜き編みをしたその下の目のところに後ろから針を入れます。このように後ろから針を入れて、今外した目を針にかけて後ろに引き抜きます。これで表から見ても綺麗になりますので、今回はこの方法で仕上げます。あとは糸を後ろに引いてハサミで切り、この糸をとじ針で後ろに通して始末します。とじ針に糸を通してすぐ下のところを1回
とじ針を通し、あとは長編みの足の部分に針を入れて、このぐらい通せば大丈夫です。これで表側を確認して、これでよければ、あとは糸を切ります。かわいい花のモチーフができました。コースターにもなります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。